ケット。まさか A 賞当たると思わなかった。しかも私事前にグッズの情報を一切調べずに行って、昨日会場行って、あ、こんなグッズあるんだ、あ、くじあるんだ、あ、缶バッジ欲しいなぐらいで2回引いたのよ。そしたらまさかの A 賞が出てしまった。皆さん無欲です。無欲が運を強くします。あー、びっくらこいた。いろんな絵柄があって、私は猫と私の金曜日っていう作品が当たりました。猫と私の金曜日はね、コミックスでちょっと読んでたけど、種村有奈先生がリボンをご卒業されてからの連載作品かな。それも可愛かったんだよね、甘々で。実は昨日アズーに見せびらかすために開けちゃったんだけど、オープン。絵柄をさ、家に帰って開けてから知ったんだけど、めっちゃ綺麗なブルーと思って嬉しい。なんかわかる。多分最初にこのピンクの紙とかキャラクターの色を塗って、その後に水色青系の絵の具を塗ってるのかなって思うんだけどさ、なんでこんなに綺麗に色が出るの？全然くすんでないじゃん。このさカラーインクの技術が本当にすごい。でめっちゃ描くの早いんだよ。どうしよう、こんな立派なものをいただいてしまって。このアリナ特有のさ硬そうな質感っていうか、結構フリルとかが柔らかいっていうよりかはしっかり張りがある生地っぽいんですよ。あと手とか足とかも骨張ってるっていうか、そこもすっごい好きだった。このアリナの世界観の洋服とか大好きだったな。本当に真似してた。でっかいチャックとかこれ多分伝わる人には伝わってる。これはねちょっとまた後々飾りましょう。であと購入したグッズがまずこの千秋のメモ。これはもうジャンヌが好きな方は絶対に知ってる、作中に出てくるヒロインの恋人の千秋が主人公マロンちゃんのためにメモをねポストに入れるんだっけな、確か。その主人公の寂しさを埋めるために千秋が取った優しい行動という。こんなんさ絶対欲しくない？これ作中に出てきたのが大好き。そうそう、このグラタン食べたいバージョンとこの俺は諦めないからなパターンめっちゃいいんだけど、こういうの大好き。あとこのコミックスロゴステッカーというのも買いました。もうこれもどれ買うかめっちゃ迷ったけどフルムーンにした。もうフルムーンを探してってタイトルさ秀逸。あともう一個駆除やって、この D 賞の欲しかったハート缶バッジを手に入れたので開けてみるね。これも全然絵柄を把握していないんですよ。あ、イオンちゃんだ。おーかわいい。なんか青に縁ありすぎて怖いんだけど。待って、ちょっとさハート缶バッジもうちょっと欲しいな。どうしよう。かわいい。どうしよう、めっちゃかわいいよ。はあ、やばい、幸せ。私も缶バッジ作ろうかな。であとは購入者特典でヤンキーバージョンのハイネちゃんがゲットできてめっちゃ嬉しい。私ヤンキーハイネ大好きっていうか、ハイネちゃんが大好き。写真撮影は OK だったからこうやっていろいろ撮らせてもらったけど、もうこのね笑顔の描き方も大好き。こうやっていっぱい線引いてさ、あと口のねこの端っこを黒くすんのよ、濃くして。でもなんかうますぎて絵が生で見てもわけが分からなかった。本当に私も昔は子供の頃は漫画家になりたかったから漫画描いててトーンとか使ってたから、このトーン私も持ってたっていうのがあったんだけど、それをこうやって使うんですかっていう驚きの発想でさ、いや本当にすごいなと思った。こういうホワイトがすごい綺麗で、こんな風にやるんだって。あとこうやってさ細かくハイライトを入れるじゃん。そんでキラキラすんだよね。みんな大好きうしおちゃん。あと本当に絵がうまいからトーンなのか実際に描いてるのかも分からなかった。だから最近さ X で有奈先生の展示の感想ツイート流れてくるじゃん。あれ分析できてる人すごいなと思って。私ここねこのシーン完璧に言えるよ。信じて祝福をくださいって。このラストのハイネちゃんの笑顔も大好きだったな。そう、これ羽がさ切り取った羽を貼り付けてる。でも透けてるな。これ何？トレペとかで描いてんのかな。もう有奈先生は本物だね。もう可愛い。本物だった。
うますぎて。私の絵のルーツは少女向けのものなんだけど、それこそこういう少女漫画とか、親が買ってきてくれたお絵描き帳の表紙の可愛い女の子のイラストとか、当時はイラストレーターさんのお名前もわからなかったけど、そういうものに影響を受けて模写して自分なりに吸収していったと思うんだけど、正直アートとかではないと思うから、区分として。だからさ、こういう美術から影響を受けましたっていう風に言ってる人と自分を比べると全く思わなくてよかったんだけど、若干コンプレックスというか、どうなんだろうって思ってて。だけど有奈先生の原画見たら、いや私は本物を浴びて育ったんだと思って、もうこれとか映画みたいだったよ、本当に綺麗で。そうだから、そんな自分のインプットの先がどうとか全然比べる必要はないんだけど、でも私は有奈先生の職人技を当時リアルタイムで見ることができていたんだと思って、すごい嬉しくなった。もうこれとかやばいよ、手書きなんだから、手書きなんだから。そうそう、このね、手の感じがすっごい好きだったんだよね。こうやって細かくさホワイト入れてるんだよ、すごいよね。はいなんか X ではさ、神の修正跡がないって話題になってたけど、ちゃんとホワイトで修正してるとことかって、ごめんなさい、こんないやらしく撮ってしまって。でも神も修正してると思って嬉しくなった。であとさ、子供の頃こうやって目の周りにトーン貼ってほわわってする表現が大好きで、自分もめっちゃ真似してた。でもなんでこんな綺麗にトーン貼れるんだろう。トーンの技術が本当にすごい。私やっぱトーンがあるっていうのが少女漫画らしさだなと思ってて、少年漫画ってあんまりないと思うんだけど、この技術が本当にすごいな。まずさ、トーンが張り付いたままなのがすごい。私よく剥がれてどっか行ってたよ。ネームを見れて最高だった。ネームを多分ボールペンで書いてらっしゃる。鉛筆とかじゃなかった。かっこいいよ銀色。ちなみに小学生の時の私が一生懸命有奈先生の真似して貼ったトーンがこれですもうすっごい目とか真似してるね。おもろ。ほらちゃんと縁取ってるこれリボンに投稿してんだから。すいません、ちょっとマイクつけてると服がダランってなっちゃうね。あとは笹部洋画材店さん行って筆とか、あとブラシクリーナーを買ってみた。もうちょっと筆を大事にしたいなと思って。あとはジェッソ塗る時用のでっかいハケを買いました。あとね、私はアクリル絵の具で普段描いてるんだけど、アクリル絵の具ってナイロンの筆でいいのかなって思ってて、そうしてたんだけど、試しに動物の毛の素材のものを買ってみました。動物の毛の筆の方が高価だし、油彩とか日本画向きのものなんだろうなって思ってて、使う選択肢がなかったけど、ものは試しにやってみるかという。その最近面相筆っていう概念ことを教わって、その日本画でお顔を描く、面相を描く時に使う細くて長い筆のことを言うらしいんだけど、私も結構細かいパーツを描くことが多いから、そういうそれ専用の筆があるんだったらアクリル絵の具だけどちょっと使ってみたいなと思って買いました。笹部洋画材店さんは関西の絵描きの方に教えていただいて、大阪へ行くことあったら寄ってます。通販もある。でも昨日熱中症っぽくなっちゃって大変だった。マジでもう家帰れないかもと思って大阪の宿とか調べるぐらい体調悪くなっちゃって、いや無事帰れてよかったけど、皆さんも気をつけて。最近雨が多かったから油断してたわ。電車乗ってたら急になんか吐き気と動悸と気持ち悪さとでさ、なんかふわってなって、これはやばい、一回休もうと思って慌てて降りてしばらく休んでたんだけど、なんか大阪の都会の方にいたから、もう人とかその駅のざわざわ音でますます動悸とか不安がひどくなっちゃって、どうしようって、もう本当に帰れないかもってちょっとパニックになりそうだったんだけど、私その前日の夜に洞窟探検家の方の YouTube を見てたの。それが面白すぎて結構深夜1時ぐらいまで見ちゃって、寝不足で体調が悪くなりやすかったっていうのはあるんだけど、その洞窟探検家の方がその探検してる時に
いかにパニックに対してうまく対処するかっていう方法を語ってらっしゃって、私はもうハーハーしながらそのことを思い出して実践してなんとか復活した。その方がおっしゃってたのは、パニックになった時は視野を狭くするっておっしゃってて、不安になった時って未来のこと、もう生きて帰れないかもしれない、ここから出られないかもしれないっていう未来の不安に目がいっちゃうけど、現実の今すべきことに集中するっていう風におっしゃってて、例えば洞窟内で進んでたらゴムバンドが引っかかっちゃって取れないってなって、ここで終わりかもみたいな絶望しそうになるんだけど、そうじゃなくて一旦ゴムバンドを外すことに集中しようって切り替えるんだって。そうすると落ち着ける。だから私も昨日もうじっと座ってさ、目の前にあるアクエリアスをここまで飲もう一旦っていう風に切り替えて飲んで、ふーってなって、またやばいやばい帰れない、どうしようってなって、一旦座ってたけどちょっと立ってみるかって切り替えて壁に寄りかかって立ってみる。でそうするとちょっとずつさ出口に近づいてってるわけで、一歩一歩の積み重ねが帰宅につながるんだっていう気づきがあった。いやだから本当無事に帰れてよかった。吉田さんに感謝。いやうっかりしてた。本当夏のカフェインは水分補給には入らないって本当に覚えとかないと。もう私抹茶ラテに目がなくて抹茶ラテやると飲んじゃう。でも東京の展示前に思い出せてよかった。そこで体調崩したら大変だからさ。じゃあ最後に告知を。8月に東京で開催されるインディペンデント東京というイベントに参加します。8月8日から8月9日の2日間、浜松町の東京ポートシティ竹芝であります。入場料が1000円かかるってホームページに書いてあるんだけど、無料の招待券っていうのがあるので、もしご希望の方はぜひ私に DM とかメールをください。もう無料だよ、1000円が無料だよ。絶対連絡して夏までにもうちょっと体力つけなきゃということで、皆さんも体調には本当にお気をつけて。じゃあ今日もありがとう。また来週。